にちは、八代あかねです。今回は初めての手帳市と、あとハンコのイベント、ハンコレの2つのイベントをはしごしてきました。手帳市の方は9日までで、私はこの9日に参加したんですけれども、2日間だけのイベントなのでね、この動画を上げる時にはね、もう終わってしまっているんですが、こちらのハンコレの方は10月25日までやっておりますので、興味がある方はね、ぜひね、この動画を参考にして行ってみていただければなと思います。今回ね、2つのイベント参加したんですけれども、まず最初はこちらの手帳市の方をご紹介したいと思います。なので、ハンコレの方だけを情報を知りたいなっていう方は、動画のね、後半の方まで飛ばしていただけたらなと思います。はい。というわけでね、こちら、今回初めてこの手帳市というものに参加してきました。名前の通りね、手帳に関するイベントということで、私ね、あんまり手帳つける人間ではないので、最初はね、実は行かないつもりだったんですけれども、何個かね、ブースさんで、他のイベントでもね、見たことあるブースさんがいらっしゃったので、ちょっと覗いてみようかなということで参加してみました。浜松町のね、貿易センターの方でやっていて、以前ね、ご紹介している浜松町でやられたマスキングテープジャンボリーと同じ会場でしたね。で、まあ最終日っていうのと、この日はね、めちゃくちゃ朝雨が降っていたっていうのもあって、かなり空いていて、ブース自体はとても見やすいイベントでございました。ただね、やっぱり私あんまり手帳つけない人なので、そこまでね、私的にこう購入にね、つながる商品がなくてですね、私の動画では購入させていただいたブースさんに許可を取って、毎回ブースの様子をね、撮影しているっていう感じなので、ちょっと今回ね、会場内の様子の動画少ししか撮れてないんですけれども、そちらをまずご覧ください。
はい。というわけでね、ちょっと短くて申し訳ないんですけれども、動画でもね、雰囲気感じていただけたかなっていう感じで、かなり空いておりました。ゆったりとしている感じで、雰囲気もね、かなりのんびりっていう感じでしたね。お昼とかになると、もう皆さんなんかブースの方々、それぞれ休憩とかに行かれてて、ただいま休憩中ですの札がね、出てたりして、自由だなと思いましたね。で、こちらのイベントはですね、入場料がかかりまして、正直、この入場料は今までのイベントに比べるとちょっと高いなとは思いました。私は当日券で入ったんですけど、1200円でしたね。文具女子博の規模とか、紙博の規模とかを見てきてるので、やっぱりそれよりも高いとか、それと同じぐらいっていうのは、結構するなってちょっと個人的には感じてしまったんですけど、逆にね、手帳めちゃくちゃつける方、手帳ハマってますっていう方にとっては、すごいある意味マニアック、ニッチでマニアックなイベントではあると思うので、そういう方にとってはね、とても楽しめるイベントかなと思います。で、入場料を払うと、こちら、まずね、このボールペンがもらえます。なかなかかっこいいボールペンですよね。色味がかっこいい感じで。NTC アソシエーションって書いてあります。こちらのボールペンと、あと、このステッカーですね。一応これがね、再入場の際にチケット代わりになるステッカーということでした。そして、こちらの大きなスタンプラリーの紙でございます。出店ブース的には47ブースプラスワークショップのブースがこれだけあるので、手帳っていうね、かなり狭いジャンルの中ではすごい大きいイベントなんだろうなっていう感じなんですけれども、一つ一つのブースはね、そこまで大きくはないので、それで会場をね、広くゆったり取れてるのかなっていう感じがしました。このスタンプラリーね、なかなか集めるのが大変で、店頭にね、スタンプを置いといてくれてるブースさんもいれば、ブースの方にね、聞かないと押してもらえないブースもあったり、あとはね、シークレットっていうのもあって、これはね、係の方にヒントをもらっていただきました。もうそうじゃないと全然気づかない場所にありましたね。そんなこんなで一応全部コンプリートしてきました。これ25番でかなり薄いんですけど、一応押されております。最初はもう無理かもってちょっと心が一瞬折れたんですけどでもね、やっぱり集まってくるとね、あとちょっとだから頑張ろうと思ってね、コンプしてしまいました。こちらコンプすると、こちらのね、手帳市のステッカーがさらにもう1枚もらえます。これはね、入場券を買うともらえるもうスタンプラリーの紙なので、皆さんね、自由に参加できるお客さん参加型のイベント企画の一つですね。他にもね、紙博みたいにね、トークショーみたいなのもやったりしてましたね。で、一番最初にね、行ったのがこちら、入場券を持ってると1人1回だけ参加できる500円のくじ引きがあるんですよ。で、なんかそのくじ引きがすごい豪華な景品のくじ引きってことで1人1回しか引けないっていうことだったんですけど、なくなり次第終了で、もう私ね、結構ゆっくり行ったんですよ。もうお昼前ぐらいに着いた感じで、あと10枚しかないですって言われておお、よかった、間に合ったと思ってね、聞いてきたんですけど、こちらのね、マスキングテープ5本入りのセットが当たりました。もっとすごい賞だと、もうそれこそ手帳1冊丸ごとが当たったりとかするみたいです。ちょっとね、開けていきましょう。MT さんと、あとマークスさんのマステですね。こちらね、マークスさんのマステ、水玉ドットでめちゃくちゃ使いやすそうですよね。カラフルドット、元値210円だそうです。こちらもマークスさんですね。ちょっと幅太めの、これすごいなんかアンティークなチケットとか切手とか看板系の素敵なマスキングテープです。スタンプなんで切手柄ですね。こちらは280円が元値っぽいですね。で、あとは MT さんですね。こちらすごいね、蛍光色のカラフルな三角がいっぱい集まってるね、マステでございます。これ裸なのでね、ちょっと巻き数とか何にもわかんないんですけれども、でもカラフルで使いやすそう。それからこちらが MT さんのすごい天使ですね。なんか天井とかに描かれてる感じのヨーロッパのね、宮殿とかでね、そういう天使の絵でございます。すごい。そして最後がこちら、これも MT でなんかマリンな感じの港、船とかね、お魚さんの絵が描かれているマステでございます。
ちょっとマスキングテープカード作ってきますね。マスキングテープカード作ってきました。まずね、こちらさっきのマークスさんのね、カラフルドットでございます。こんな感じ。めっちゃカラフルですね。かわいい。でも使いやすそうですね。どこにでも使えそう。そしてこちらが同じくマークスさんのスタンプです。ちょっとね、入りきらなかったので、こっち側にも貼ってあります。全部切手ですね、やっぱり。すごいでもアンティークな感じで素敵です。で、ここからは MT になります。なんかね、三角の中に大きい三角もあるような感じで、ちょっと面白い柄になってますね。これね、動画で見るよりも肉眼で見る方がすごい傾向なんですよ。なかなか目に眩しいマスキングテープです。で、こちらがマリン柄ですね。これはね、伸ばすと思ってた以上に可愛くて素敵だなと思いました。夏のコラージュに使えそう。処置お見舞いのポストカードとかでも貼れそうですよね。で、最後こちら天使です。めちゃ天使でした。でもこれは基本的にこの2人1組っていう感じで切って使うのが使いやすいかなっていう感じはしますね。こことか多分なんか一連の線がついてますしね。でも空の色がね、すごい綺麗ですね。さあ、それではじゃあまずね、購入品から見ていきましょう。まずこちら、じゃーん、おかげさま文房具店ですね。こちらではマスキングテープを購入しました。このね、おかげさま文房具店さんはオリジナルキャラクターでジェントルパンダっていうのがいるらしくて、このね、頭が鉛筆削りになってて、鉛筆とかノート持ってたりとか万年筆持ってるバージョンのジェントルパンダくんもいるんですけど、とてもね、なんかゆるい顔をした可愛らしいパンダくんです。これのね、連続虹色マステが売ってたので可愛くてね、購入しました。こちらジェントルパンダマスキングテープカラフル。これね、白黒もありましたね。18mm の7メートルです。これね、550円とかそれぐらいだったと思います。これもね、例に漏れずブース陳列型のね、イベントなので、全くレシートが出ずね、私の記憶だけが頼りなんですけれども550円だったか660円だったかちょっと忘れちゃったっていう感じですね。これもね、マスキングテープカード作ってきちゃいますね。はい、作ってきました。こちらですね、鴨居さんで作られてるので粘着力はすごいしっかりしてそうでした。じゃん、じゃカラフル単体でもね、使えますし、これね、並べててもすごい可愛いですよね。白黒もね、買おうかすごい悩んだんですよ。なんかこのジェントルパンダ、これね、鉛筆削りと鉛筆じゃないですか。なんで白黒だとなんかより鉛筆っぽい感じ、鉛筆で描かれたイラストっぽい感じに見えていいなと思ったんですけどね、ちょっと使い勝手より良さそうなこのカラフルにしてみました。さあ、続きましての購入品はこちら、じゃーん、レガーロパピロさんです。こちらね、紙箔でも購入しているのにまた買ったんかいっていう感じなんですけれども、紙箔でね、買おうかすごい悩んで結局やめて、でその後ね、やっぱ皆さんの購入品とかをね、X 旧 Twitter でね、漁ってたんですよ。でね、私が買おうか悩んでたやつ購入してる方のポストとかを見るとね、やっぱ可愛いなと思ってねで、今回またね、レガーロパピロさんと出会う機会があったので、もう運命かなと思って追加購入してきた感じです。で、今回もやっぱりイベント限定っていうことで3本でね、お安くなるっていうキャンペーンやってくださってて、今回は間違えずにね、ちゃんとノーマル3本選んできました。なので今回はこちら3本で1500円ですね。単品で買うよりもこの3本セットで買う方が若干お安くなるよっていう感じになってます。で、あとこちらですね。こちらも前回ね、すごい悩んで買わなかったんですけど、じゃーん、こちらですね、サンタさんのクリア OPP テープですね。48mm 幅の40m ということで、たっぷり入ってるサンタさん柄のクリア、ガムテープですね。ビニールテープ OPP テープです。このね、サンタさんめちゃくちゃゆるいんですよ。おっさんですよねサンタおっさん、おじサンタって書いてある。これ新作なんですけど、前回ね、いや可愛いんだけどな、使うかなと思って買うの我慢したんですよ。けども見れば見るほどこのおじサンタが可愛すぎて、いや使うよと思ってね購入しました。
さあまずねこちらの包装紙見ていくと、これはね全く普通に今までにもね多分売ってた柄なんですけど、このね狐っぽいキャラクターと秋の草木たちっていう感じのイラストになってて、これもね結構タッチが緩めのタッチですよね。でそれの色違いが入ってる感じですね。この背景濃い緑バージョンと白バージョンっていうこの2色のそれぞれが入っております。これね5枚入りなので、もう緑の方が3枚とこの白が2枚っていう感じですね。ちょっとこれはね1回開けるともう二度と収納できない感じになりそうなので、ちょっとこのままね失礼させていただくんですけれども、40センチの 27.7 センチということでね、かなり大きいですよね。レガロパピロさんはねイベントだけじゃなくてねウェブショップもあるので、気になった方ぜひね見てみてください。でこちらがクリスマス柄、これです。おじさんこんな感じでね寝てたりとか、お酒飲んでたりとか、なんか謝ってんのかなすごいねゆるいんですよ。これと同じ絵柄がここにある感じかな。基本多分同じ柄だと思います。お店の方もねこの包装紙と同じって言ってました。これのねもっとサンタが大きく描かれてる包装紙もあったんですけど、こっちの方が使い勝手良さそうだなと思ったのでね、サンタがちっちゃい方にしました。あともう一個は金の印刷になってるクリスマスの絵ですね。雪だるまとかめっちゃゆるい顔ですよね雪だるまとかトナカイとかフクロウ、リースっていう感じで、クリスマスで連想できる感じのイメージがいっぱい描かれたゆるいタッチのイラストの包装紙です。とても可愛い。これも5枚入り、サンタが3枚入ってて、これが2枚ですね。でこちらもクリスマス柄、オーナメント柄ですね。緑背景に赤と金のオーナメントが描かれてて、これはねでも金っぽく描かれてるだけで光ってるインクとかではないですね。こっちはね光沢があるんですよ、ちゃんと金に。けどこれはね光沢はないですね。金っぽく見える色って感じですであともう一個こっちがイエティです。なんかこれがねまた新作の柄の子みたいで、イエティさんですねこれのねポストカードも売ってました。ダイカットのめっちゃ可愛いと思ったんですけど包装紙にしました。これはオーナメント3枚のイエティ2枚ですね。イベントでもこれこうやって刺さって置かれてるんですけど、例えばイエティが入ってる筒でもこっち側はこの柄じゃない別の柄だったりとかっていう違う組み合わせの筒になってたりするので、自分でこの好きな組み合わせのやつをボソボソ選んで買うっていう感じでした。前回ね紙箔で買った時にそれ気づいてなくて、もう全部このイエティが入ってるのはこれみたいな、こういうニコイチのセットなんだと思ってたんですよ。けど結構ね筒によってこの相方が違う柄だったりするってことが今回分かったのでね、しっかり両方好きな柄を選んできました。でこれがおじサンタ OPP テープですね。めっちゃくっついてる。破って取り出してしまいましたが、柄的にはやっぱりこの3人ですね。ちょっとクリアテープなのでね背景がピントが合いにくいんですけれども、こんな感じね、ゆるいでしょうでもねこれ OPP テープなので、このサンタはね柄が大きめなので1人ずつねカットしてね使うのもありだと思いますし、すごいゆるくていいなと思いました。これはいくらだったかな700いくらとかだったと思います。おじサンタボッププラスチックパッキングテープって書いてありますね。さあそれではね、実はもうこれが最後の手帳の位置での購入品になります。まだねデザフェスとあと年末のね文具女子博が控えてるのでね、今回はかなり抑えました。あとはねやっぱりその冒頭でも言ったんですけど、手帳の位置なのでね、手帳つけない私なんで行ったのって話なんですけどちょっとでもねいいものあったら逃したくないなという気持ちで行ったんですが、やっぱり手帳をつける人のためのイベントでしたね。こちらは以前もねハンコレでご紹介しているレッドバグさんのハンコになります。いやもうねレッドバグさんはハンコ界の私の推しですね。アリサンド赤メガネさんもね私めちゃくちゃ買ってるんですけど、このレッドバグさんめちゃくちゃ好きになりましたね。で、前回ね売ってなかった
動物追加で購入しました。羊さんとね、鹿さんですね。以前ね、こちらの4匹購入してるので、さらにね、2つ追加ということで、仲間が増えました。こちらね、ちょっと見たら値札ついてなくて忘れちゃったんですけど、多分880円とかそんなんだったと思います。で、あとこちらカトラリーですね。スプーンとフォークですね。おしゃれと思って購入しました。こちらは値札貼ってあった770円です。で、こちらなんですけど、実はね、ハンコレでもレッドバグさんブースありまして、そちらでもレッドバグさん追加で購入してます。なのでね、こちらのハンコはね、ハンコレの方もご紹介してから最後に押したいと思います。はい、というわけで続きましてはハンコレのイベントの紹介になります。こちらはね、期間10月5日から25日までということで、結構ね長い間やってくれるイベントなんですけれども、前回と同じね、京王百貨店の新宿店7階で行われておりました。規模感はね、前回ともう一緒でしたね。まるっと一緒って感じ。ただ前回出店されてなかったブランドさんが今回参加されてたりして、前回行った方もね楽しめるイベントだなと思いました。こちらはね、入場も無料なので、デパートのね一角にある感じなので気軽に覗けるかなっていう感じなんですけれども、あとね、デパートの開店時間までやってくれてるので8時までやってくれてるんですよね。最終日は3時までです。なのでね、お仕事帰りにちょろっと寄ることもできるので結構おすすめのイベントです。まずはね、許可をいただいたのでイベントのね会場の様子ご覧ください。
はい、こんな感じでね、設置も全部前回と似たような感じになってるんですけれども、シーズンものでね、ハロウィンの商品が結構ある感じで、季節をすごい感じるイベントだなと思いました。あとね、今回出展されてる作家さんの中で、特にね、このペピンさん、私初めてちょっと今回知った作家さんなんですけど、この作家さんすごい外国のお客さんに人気があるのか何なのかわかんないんですけど、すごい転売ヤーが押し寄せたらしくて、ごっそり買われちゃったみたいで、もうね、ブース空っぽでしたね。本当に3つぐらいしか残ってなかったんですよ、ハンコ。で、これ納品って今後ありますかって聞いたら、いつかね、言っちゃうとまた転売ヤーの方来るので、はっきりは言えないけど、この会期中にもう一回納品はあるっていうことでした。でもね、今日行った段階ではもう空っぽ状態で、素敵だから人気あるんだろうなと思うんですけど、すごいことするなーってちょっと思いましたね。ごっそりなくなってました。あんなに空っぽなの初めて見ましたね。もちろんね、他の作家さんもすごい可愛くて、やっぱり人気な柄はね、売り切れてたりっていうのもあったんですけど、もうね、ここのブースは空っぽっていう感じでね、穴開いてる感じでした。もうそこだけ。で、今回出展されてる作家さんたちはこんな感じで、前回参加されてる方もいらっしゃいますし、今回初めてっていう方もいらっしゃいますよね。前回ね、出されてた方も新作をね持ってきてくださってて、新しい作品がたくさんありました。私が行った日はね、このムラミンさんのお名前ハンコのライブやられてましたね。一応会期中結構な頻度でね、このお名前ハンコ彫っていただけるやつあるみたいなんでね、気になる方ぜひ期間に合わせて行ってみてください。で、今回もレッドバグさん尽くしになってしまいました。新しくね、出会った作家さんもすごい可愛くて、欲しいなとは思ったんですけど、今ちょっとね、節約中なのと、あと、やっぱ手持ちのね、ハンコとこう合わせて世界観を作ることをイメージすると、今回はね、新しい作家さんに手を出すのは我慢しました。やっぱね、こういっぱいハンコ可愛いの並んでるとすごい迷いますよね。誘惑がすごかったです。でこれで節約したんかーいって突っ込まれそうなんですけど、しかもね、めっちゃレッドバグさんお祝いしてんじゃんっていうね追加購入って言っていいのだろうかっていうぐらいねめっちゃレッドバグさん買ってます。こちら全部ね、レッドバグさんですで、こちらはね、以前購入してるキキヤさんの文字枠消しゴムハンコですね。前回ね、我慢した猫ちゃんを購入しました。前回ね、ドリンク買ってるんですよ。で、猫ちゃん我慢して、なので今回ね、猫ちゃんまた売ってたのでゲットしました。ちなみに前回のね、ハンコこれなんですけど、やっぱりすごく小さくて、押しやすいかって言われるとって感じなので、自分でね 3D プリンターで取っ手をつけてみました。なのでね、こうするとめちゃくちゃ押しやすい、ポンポン押せちゃう感じなのでね、これもね、後で同じ取っ手をつけたいと思います。はい、というわけでね、ハンコ押していきましょう。めちゃくちゃいっぱいあります結局ね、1点以外全部レッドバグさんなんですけれども、もう半分推し不況動画みたいですよねさあ、じゃあまずね、キキヤさん開けてみると、こちらの消しゴムハンコはね、660円ですね。これもね、すごいいっぱい並んでてね、めっちゃ迷うんですよ、いつも。でもやっぱり私は猫ホイホイなのでね、推し見本が可愛いですよね。タイトルとかって書いてある。伝えるよーってめっちゃ可愛いですよね。生絵枠として郵便番号めっちゃこれ可愛い。トトロみたい可愛いですね。このキキヤさんのね、小さい消しゴムハンコはがっつり消しゴムなので、プラスチックとね一緒に置くと溶けてくっついちゃうことがあるので、購入される方はね、そこはお気をつけください。私は 3D プリンターで取って作りましたけど、全然100均とかで売ってるちっちゃい木のブロックにくっつけてもいいと思います。ただ厚みがね結構あるので、ここは切りましたけどね、私も。まず盤面こんな感じ、すごい器用ですよね。さあ押してみます。すごい、もうこの時点で可愛いです。いきます。可愛い。若干こう
手書きタッチっぽくなるのがまたいいですね。すごい可愛い。結構ね、思ってたよりもちゃんとこう、なんて言うんだろう、お腹の部分空いててスペースがあるので、お名前書くのも辛い感じではなさそうですね。いいな。さあ、それではレッドバグさんどんどん押していきたいと思います。まずね、前回に、新しく加わるこの動物の仲間たちですね。まず鹿さんです。いいですね。ちょっとレトロ感もあってこのくっきり感がすごい好きです。いや可愛いな。このね動物たちを散りばめたデザペを作りたいんですよね。まあもちろん個人仕様の範囲内になるんですけれども、次が羊ちゃんでございます。可愛い。これね同じ動物でも結構ねポーズ違いがあることに今日気づきまして、だから前回ねご紹介してるうさぎさんとかのキャラクターでも何個かねポーズ違いがあって、こんな格好もあったんだみたいな感じでね驚きましたね。羊さんかわいい。白抜きが多いのでねホワホワ感が出ますよね。外枠くっきりっていうのでねぼやけない感じが素晴らしいなと思います。いやかわいい。さあ続きましてはねこの新作いきましょうか。これねガチャガチャですね。ガチャガチャ。これは1個1540円ですね。新作って書いてありました。これね今回は私はハンコレで購入したんですけど、手帳の市の方でもね売っててすっごい迷ったんですよ。でもそこでは予算がと思ってね我慢したんですけど、まあやっぱり2回目でやっちゃうともうダメですね結局購入しました。私が行った時にはまだ3個あったんですよ、ハンコレで。だけど迷ってるうちにどんどん買われてったっぽくて、よし買うぞと思ってまたコーナーにね戻ったら最後の1個になってて、もうこれは絶対買うと思ってね最後の1個には弱いです。さあじゃあ押してみましょう。これベタ塗りが多いのかなと思ったけど、わざとかすれてるんですねここね。おーいい。なんかとてもいいちょっとリアルな感じの味のある感じですね。ちょっとねこうカプセルがねパンツ履いてるようにも見えなくはないんですけどそんな想像をしてしまうのは私の心が汚れているからでしょうかこれね例えばさっきの羊ちゃんをこういう風にするとカプセルの中にね羊ちゃんがいるみたいにすることができるよと。もちろんいろんなスタンプと組み合わせてカプセルの中にねお気に入りを閉じ込めることができるわけです。いやこれ買ってよかったな。迷ったんですけどね可愛い楽しい、そして工夫のしがいがありますね。で次がこちらお皿でございます。これはねこういろんなフレークシールとかねこう上に貼っても可愛いと思いますし、上で無限皿が作れるじゃんと思ってね、以前ね紙箔で購入したアラカル堂さんのお皿のねフレークシール購入してるんですけど、アイディアがすごい好きで、お皿があるとねこう上のものがまた映えるなと思ってたんですけど、フレークシール使ったらなくなるじゃないですかハンコだったらねもう無限にお皿作れますからねこちらもカプセルと同じく1540円ですね。今回ねこのお試しでね見本見せるのに一番無難な黒が分かりやすいかなと思って黒で押してるんですけど、もちろん色つけてもいいと思いますし、カラーのねスタンプパッドでやってもいいと思いますし、いろいろアレンジできると思うのでね、いやいいですね。このお皿の周りの模様もすごい素敵、いいですね。じゃあ続きましてこちらのカトラリーいきましょうか。これねちっちゃいサイズもありました。基本ねレッドバグさんは結構こう大中小みたいな感じでサイズ違いの同じモチーフのねスタンプもよく売られているので、スケジュール帳とかね作る方はもっとちっちゃいバージョン買うのがいいと思いますし、このねフルーツとかはねもう一段階大きいやつがあったと思うんですよ。なのでねサイズ感もね選んで買えるのでおすすめです。こちら770円ですね。まずじゃあフォークいきましょうか。フォークこれもうちょっと間開ければよかったな。もうちょっと間開ければよかったですね。ちょっとお隣にお皿を挟んでねカトラリー置くのが本当はかっこいいと思うんですけど、ちょっと考えてなかったいいな。ちょっと立体感を感じます。すごい影とね光がすごい上手に出るスタンプなので、ちょっと立体感感じません？すごい素敵です。やっぱお皿との相性がね同じブランドさんなんでいいですよね。そしてお次はスプーンでございます。スプーンもね同じ値段ですね。おーちょっとずれちゃった
ちょっとずれましたが、いいですね。かっこいい。いや、いいな、これ銀色で押してもかっこいいと思う。いいですね。シルバーね。なんだろう、レッドバグさんのスタンプってすごい黒がはっきりするんですよ。ってことは白の出し方わかんないですけどそういう技術がすごいんでしょうね。他の作家さんのスタンプには他の作家さんのね、いいところがあるんですけど、もちろんどの作家さんよりもこの白と黒の出方がパキッとしてる感じがするんですよね。さあ、続きましてはこちらケーキミルフィーユですね。これはね、可愛すぎて購入しました。結構ね、このスイーツモチーフいっぱい何種類かあって、マドレーヌだったりとかカヌレとかね、もうほんと全部欲しかったんですけど、これがね一番なんかやっぱ映えそうな感じがしたのでこれを購入しました。これだとね1個で結構様にもなりますしね、モチーフのインパクトとしてはね十分しっかりあるので、これでこのお値段はお得な感じすらしてしまいます。じゃあいきますよ。じゃん。あ、失敗。そう、ごめんなさい。スタンプマットがね足りてなかったですね。移動するの忘れてました。もう一回行きましょう。綺麗綺麗。素晴らしい。これは色塗るの楽しそう。そしてもともとね、茶色とか黄色系のね、スタンプで押すと、よりケーキっぽくなりそうですよね。この白黒でやるとね、ちょっとレトロ感も出ていいんですけどね。これお皿の上に置いてみましょうか。ちょっとたくさん買うとね、遊びたくなりますよね。しかも今回ちょっとね、組み合わせを考えてね、購入してみたので、ちょっと遊んでみます。ちょっと近すぎたかな。ちょっとずれましたね。これはちょっと練習が必要かもしれないどうだ下手くそすいません。これはね、私の力がない私にセンスがない。けどね、お皿に乗っかりますね。ちょっとずれましたけど、ちょっとこぼれましたけどいやでもいいな。これ上手に押せたらすごいいいと思う。このレッドバグさんのねスタンプはこのいらないところを全部切り落としてくださってるので、初心者でもねハンコ枠がねつかずに押せるっていうのがね、もうめちゃくちゃいいですよね。あとね、前回もやったんですけど、レッドバグさんのスタンプは2度押ししてもね、それはそれでねレトロ感をねより感じると私は思っております要練習ですね。さあ、あとはフルーツとクッキーでございます。まずね、リンゴ。こちら前回ねいちご買ってるので、並べてランダムに押しても可愛いなと思って、赤いフルーツばっかりですね今考えたらね。リンゴだけはまあ緑でも許されるかもしれないけど、こちらは880円でございます。さあ、いきます。いい、リンゴいい。とてもいいですね。ちょっとリアルな写真っぽいっていうか、そんな感じすらする素晴らしいリンゴでございます。さあ、続きましてはこちらチェリーですね。チェリー880円。チェリーは紫でもいいかもしれないですね。ちょっとアメリカンチェリーっぽい感じ。いい、素敵、いいですね。細い線もくっきりっていうのがね最高です。さあ、最後こちらのクッキー4つですね。クッキーはね、クッキーの缶セットみたいなのがあって、缶の部分もスタンプになってる。でプラスクッキーが6種類入ってるコンプリートクッキー缶セットみたいなのがあったんですよ。でそれが手帳の市の方では売ってて、でハンコレの方では売り切れになってたんですよね。でそう、手帳の市でね悩んでそれも買わなかったんですよ。我慢と思って。だからね、ちょっとハンコレに行った時にコンプリートセット買っとけばよかったなと思ったんですけど、まあ多分よく使うのはこの4種類、そのクッキー缶セットの中でもこの4種類かなと思ったので、まあ節約成功ということで自分に言い聞かせました。めっちゃ可愛くないですか、クッキー。これでね、もしコンプリートセット売ってたら多分コンプリートセット買ってましたねまさにこのお皿に乗っけたケーキみたいな感じで、クッキー缶をまず押して、そこにクッキーのスタンプも押していくとクッキー缶の絵が出来上がるっていう、そういうセットでございました。じゃあ1個ずつねクッキーをしていきましょう。まずこちら770円ですね。全部770円でサイズが同じなので、これ多分真ん中にジャムとか入ってるパターンのクッキーですよね。
ちっちゃいタイプのインクパッドとかだったらこの真ん中だけね色変えることできると思うので、それも楽しそうですよね。いやいいなー。このレトロ感、リアル感、何なんでしょうね。なんか言葉じゃ言い表せない、なんかでもすごいこうハマっちゃうハンコの絵今度このプレッツェルみたいな形ですね。よいしょ、すごいいいないやこれしっかり色付きで押したり色塗ったりちょっと手加えるだけでこうめちゃくちゃリアルなクッキーになりそう。これなんて言うんでしたっけ、このね2色使いのねボックスクッキーでしたっけ。美味しそうなクッキーでございます。よいしょ。いやいいな、これちょっと若干立体っぽくなってる。すごい。もっと平面かなと思ってたんですけど、若干立体っぽく押せるようになってるんですね。すごい。ますます気に入っちゃったな。で最後こちらチョコチップクッキーですね。いい、最高です。今回ね一応押し見本ということで黒のインクでね押しましたけど、本当にこれいろんな色のねインクで押したりとか、押した後にね色つけるだけでもさらにいい感じに、ね、なると思うのでね、超おすすめのハンコ作家さんでございます。はい、手帳の位置はね初めての参加ですごい新鮮でしたし、こちらのねハンコレはねまだ会期終わってない25日までなのでね、私も行けたらもう一回行きたいなっていう、売り切れてたブースさんをねちょっと見てみたいなって気持ちあるんですけど、少しでもね参考になれてたら嬉しいです。よかったらチャンネル登録と評価の方よろしくお願いします。励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。